どうもー、ベルです。今回は、ドゥームセイのヒーローティアリストシリーズということで、B ランクのヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローの、ティアリストというのは、ドゥームセイのヒーローを、S ランクから、D ランクまで、ランク付けしたものになるんですけども、前々回の動画で、どのヒーローが、どのランクか、ということについては、お伝えさせていただいたので、まだそちらを、ご視聴いただいてない方は、そちらを先にご視聴いただいた方が、この動画をより、楽しめるかと思いますので、概要欄のリンクより、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。そして、今回はその中で、B ランクにしたヒーロー、アダット、エディ、ロバート、ジョナサン、マスタージンですね。この5名の解説をやっていこうかなと思うんですけども、もうこの B ランクのヒーロー、めちゃめちゃ迷いました。正直、もうアダットと、エディとロバートについては、もう全然 A ランクのポテンシャルあるんですよね。ただ、エディとロバートは、使いこなす難易度。そして、アダットは、最適な相方がいないことから、今回 B ランクに、した次第なんですけども、エディとロバートについては、強い人が野戦で使うと、もう全然 A ランク以上の、ポテンシャルありますし、アダットについては、最適な相方が、実装されれば、もう A ランク以上のポテンシャル、全然あるのかなと思ってます。もちろん、現環境でも、使えるヒーローで、今後戦っていく上で、自分が使うにしても、敵が使ってきて、逆に戦うことも、多いのが、この B ランクのヒーローだと、思いますので、ぜひ今回の動画、最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。ではまず、アダットからやっていきたいなと思うんですけども、アダットは第2世代の、歩兵ヒーローで、簡単に言えば、野戦特化の歩兵ヒーローです。歩兵って、現状駐屯がメインなので、なかなか火力に、重きを置いている、ヒーローって少なかったんですけども、数少ない、火力に重きを置いた、歩兵ヒーローがこのアダットです。私も、今使ってるので、人のこと言えないんですけども、正直、野戦してる時に、トムだったり、サンダーが出てきても、全然ダメージ出ないので、置物状態になっちゃうんですよね。この二人って、あくまで攻撃されてこそ、進化を発揮するヒーローなのに、集団戦の時に、トムとかサンダーって、ターゲットしないので、基本的にもう相手の火力役から落としていくわけで。ただ、もうこのアダットとなれば、もう話は別で、ちゃんと火力があるので、相手からすると、もうちゃんと対応しなきゃいけないヒーローということで、非常に脅威となるのかなと思います。また覚醒させることで、非スキルダメージ減少の、バフを巻けるようになりますので、集団戦の時に、さらに活躍してくれるのも、彼女のいいところですね。ただ、彼女、唯一の欠点がありまして、それ何かというと、現状、最適な相方がいないことなんですよ。トムだったり、エリーとか、あとはロバートと、組み合わせることはもちろんできるんですけども、最適な相方というわけではなくて、あくまでこちらから能動的に攻撃する、歩兵の野戦特化ヒーローと、アダットは組ませていきたいので、ここが唯一のネックで、B ランクという、評価をしています。ただ、もう火力は申し分ないですし、もう全然野戦で、使っていくことは可能です。覚醒スキルも非常に優秀なので、今後のヒーロー追加次第では、A ランクになることも、考えられるヒーローですので、デイリーブースターとか、あとはラッキールーレットですね。そちら入手できると思いますので、集めていく価値は十分にあるのかなと思います。では次に、エディですね。エディは、第3世代の、歩兵ヒーローで、
カウンターダメージがもうめちゃめちゃ高いヒーローです。もうカウンターダメージに、特化している。すなわち、自動的にダメージを、与えることがメインになるんですけども、このヒーローは、本当に強い人が使えば使うほど、輝くヒーローです。想像していただきたいんですけども、自分より、強い相手を攻撃しているとき、その時って、相手からターゲットされてなくても、結構ダメージをもらうことあるかなと思います。逆に、格下のプレイヤーから、攻撃されている時、その時って、自分の基本攻撃が当たってなくても、なんか普通に削れてるってことを、結構あると思うんですよね。じゃあそれなんで起こってるかっていうと、カウンターダメージです。で、その特化をしているのが、このエリーです。これのおかげで、めちゃめちゃ強い人を、5部隊とか10部隊で包囲して、攻撃したとしても、逆に攻撃してる側の方が、削れてしまうということが起こります。ただ、このカウンターダメージ、格上のプレイヤーと戦うときに与えることのできるカウンターダメージっていうのはかなり少ないんですよね。またこの後、ご紹介する、ロバートとも、非常に相性がいいんですけども、彼もあくまで、受動的なヒーローで、反撃した時に、持続ダメージを与えることがメインなので、レジェンドの兵装を、すでに、星4以上にしてるレベルの人から、人だと、エリーっていうのはもうめちゃめちゃ活躍するので、非常にお勧めできるのかなと思ってます。というか、この動画を、撮ってる最中に、やってる闇の封鎖ですね。そちらで今回、そのクラスの方のエリーと戦ったんですけども、本当に強かったです。自分より、少し格上のエリーだったら、包囲すれば、大丈夫なんですけど、もう普通に格上の場合は、もう攻撃しないようにしましょう。攻撃すればするだけ、被害を出すだけになっちゃいます。ただその一方、そこまで強くない方のエリーは、別のヒーローの方が、脅威だったので、育成優先順位としては、高くないのかなと思います。一応このエリー、カウンターダメージアップと、あとはシールド効果、持ってますので、一応中トンでも、使っていくことは可能です。一応つい先ほど、サンダーとエリーの中トン相手に、ラリーを大都市ですね。それでラリーをしたんですけども、ただ、正直、トム・サンダーの方が全然硬いです。カウンターダメージだったら、エリーの方が上なんですけども、トムは非ダメージ減少効果を、レイジスキルで持ってますので、硬さという意味だと、正直トムに、軍配が上がるのかなと思ってます。では火力はっていうところで、考えていきたいんですけども、火力を意識するんだったら、サンダーと、ルイとか、あとはジェイコブ。あとは、ビクターですね。正直そっちを使った方が、火力は全然ありますので、あまり中トンの際の、火力役として使っていくことは、エリはあまりないのかなと思ってます。では次に、同じ第3世代で、エリーの相方となる、ロバートですね。彼について、語っていきたいんですけども、彼もエリーと同様に、受動的なヒーローです。攻撃された時の反撃で、相手に燃焼効果という、持続ダメージを与えることができます。あとは、シールド効果もあるんですけども、先ほどのエリーと同じなんですよね。あくまで、格下のプレイヤーに、攻撃されてこそ、進化を発揮するヒーローになります。育成するべきかの基準は、もう先ほどのエリーと、同様なので、省くんですけども、エリーとロバートで組ませたときに、一つ、致命的な弱点がありまして、それは何かというと、移動速度が致命的に遅いんですよ。歩兵ってそもそも移動速度が、車を除くと一番遅い兵科で、なおかつこの二人って、移動速度アップ持ってないので、そうなると、集団戦なんかでは、取り残される可能性が、かなり高いんですよね。
なので、もう取り残されたとしても、しっかりと、相手とダメージ交換をしていけるだけの、強さが必要になるのかなと思います。では少し、歩兵部隊の話を、していこうかなと思うんですけども、歩兵部隊を、野戦で、使おうとしたときに、どういう組み合わせに、していくべきかですね。これ割と、いろんな選択肢が、あると思うんですけども、エディとロバートを、使う前提であれば、エディ・ロバート。そして、アダットと、トム。この2部隊。もしくは、アダットの相方っていうのは、攻撃に押せるんだったら、トムよりもエディになるので、アダットとエディで組み合わせて、そしてトムは、ビアンカと、組み合わせて、もうめちゃめちゃ強いバフ要員。この組み合わせも非常に強いのかなと思ってます。トム・ビアンカは、もうビアンカのご紹介の時に、ちゃんと話そうと思ってるんですけども、現状のヒーローの組み合わせの中で、集団戦してる時に、自分より格下のプレイヤーに、されたら嫌な構成、ナンバーワンはもうビアンカです。もう一番脅威です、この構成は。で、逆に、味方にいたら嬉しい構成、もう圧倒的ナンバーワンは、もうトムとビアンカです。本当にこのバフ効果っていうのが、半端なくて、ビアンカ単体だと、どうしてもビアンカを狙われて、落とされちゃうっていうことが結構あると思うんですけども、トムと組み合わせることで、トム自体がすごい硬いヒーローなので、なかなか、相手としても狙いづらくなるんですよね。そして、トム自体も、ヒダメージ減少効果のバフをかけていくことができますので、その面でも非常に相性がいいヒーローなのかなと思ってます。トム・ビアンカについては、これくらいにしておいて、話を戻すんですけども、エディ・ロバートで組んで、トム・ビアンカっていう組み合わせも全然ありです。ただ、この歩兵部隊、どうしても、範囲火力を持っている、射撃部隊だったり、移動速度がめちゃめちゃ高くて、追撃していける、騎兵と比べてしまうと、どうしても、野戦では活躍しづらいっていうのも、また一つ、事実ではあるかなと思うんですけども、使いこなすことで、戦局有利に傾けることができる、ことは事実だと思いますので、ぜひ今回の解説が、参考になれば嬉しいなと思います。では、歩兵部隊の3名については、これくらいにしておいて、残りの B ランクのヒーローですね。まずはジョナサンから、見ていこうかなと思うんですけども、ジョナサンは、第3世代の、騎兵ヒーローで、以前投稿した、第3世代のヒーロー解説では、もう私はバッサリ、第3世代最弱という、評価をしたヒーローなので、そちらをご視聴いただいた方からすると、あれなんで C ランクじゃなくて、B ランクなのと思われた方いらっしゃると思うんですけども、彼はもう確かに、第3世代の中ではもう最弱です。ただ、第3世代なので、レイジスキルのダメージ係数は高いんですよ。覚醒後で 13,750 あるので。あとは、カウンターラリー及び、ラリー攻撃、ラリーに対するソロ攻撃。そのスキルをね、除いた場合でも、C ランクのヒーローよりは、強いかなっていうところはあったので、今回、B ランクとして評価いたしました。彼は、ラリー、カウンターラリー、するときと、あとはラリーに対するソロ攻撃に、特化してる反面、別にその場合でも、無理に彼を使わなくていいんですよ。正直、騎兵で、カウンターラリーとか、ソロしていくんだったら、ベラス弁で十分なので。なので、現状彼を活躍させるとするならば、騎兵に部隊運用する際のエレナのアシスタント要員。これが正直一番なのかなと思ってます。ただ、今後強い、騎兵ヒーローが実装されたら、すぐにお役御免になってしまうのも、また事実かなと思いますので、本当に育成に余力がある方のみ、育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。では最後に、マスタージンですね。
マスター G なんですけども、マスター G は、第一世代の、ラリー用ヒーローで、VIP11 から、VIP15 の、専用宝箱から、購入することができる、ヒーローなんですけども、彼は野戦では本当に使えません。ただ、耐久力が必要なラリーにおいて、彼は比類なき強さを発揮します。マスタージンは、レイジスキルで、相手にダメージを与えることは、できないんですけども、攻撃力と防御力のバフ、そして、レイジ回復を、することができますので、できて、かつ、第2から第4スキルで、被ダメージ減少効果と、あとは回復効果、そしてダメージアップと、ラリーの上限アップ。それらの、ラリーのサポートに特化したスキルを、持っています。このスキル構成っていうのは、もう唯一無二の、スキル構成であって、非常に優秀なんですけども、あくまでサポート特化なので、攻撃に特化したヒーローとラリーで組ませることが前提となります。なので、あくまでマスタージン単体で優秀というよりかは、優秀なヒーローを引き立たせるのがマスタージンの役目です。また、本当にマスタージンを使っている時と、それ以外だと、ラリーの生存能力っていうのが、もう圧倒的に違います。最近私、ルイと、ジョニーで、ラリオっていうことがメインになってるんですけども、ルイマスタージンで組んでた時と、あまりに、兵士の減る速度っていうのが、もう違いすぎて、もう圧倒的にルイジョリーのが減る速度速いんですよ。もう正直もうその温度差で、風邪ひきそうなレベルで。もちろん、ルイジョニーはすごい火力めちゃめちゃ高くて、もう相手のサンダーに対して、全然怖くなくなるので、非常に優秀な構成なんですけども、どうしてもラリーの兵士が補給できない補給が難しい環境下とかだと、ラリーをしていくっていうのは難しくて。で、そうなると、そういう場合に、ルイマスタージンっていうのは非常に、強いのかなと思ってます。あとは、初等レイドとかの、超人数で、超大人数での、集団戦で、複数ラリーをしているとき。で、その時に、じゃあ人数差で有利を取ってて、本命は別の箇所だけど、陽動のためにラリーをしておきたい。そういう場合って、結構あると思うんですけど、そういう時には、この生存能力の高さっていうのは、非常に、強いのかなと思ってます。生存能力だけで言えば、トム・サンダーが、一番なんですけども、トム・サンダーっていうのは本当に軽くはないので、そうなると、陽動にならないので。その反面、ルイマスタージンだったら、それなりに火力はあるので、相手もちゃんと相手をしなきゃいけないというところで、しっかり陽動として、活躍が見込めるという寸法です。また、今後の、ヒーロー追加次第では、ラリーの際の相方として、今後も大いに、活躍が見込めるのが、このマスタージンですので、今回 B ランクという、評価をいたしました。こちらで、B ランクのヒーローについては、以上になるんですけども、A ランクとか、B ランクの、ヒーローと比べてしまうと、劣ってはしまうものの、使い方次第では、もう大活躍できる、ヒーローたちですし、アダットなんかは、もう火力のある野戦用の歩兵ヒーローが、もう実装されたら、間違いなく今より強くなるので。ちなみに、この B ランクの中のヒーロー、その中で、ランク付けをするとするならば、1位がアダット、2位がエディ、3番目がロバート、4番目がマスタージン、最後がジョナサンですね。この順位なのかなと思ってます。また次回は、A ランクのヒーローの、解説なんですけども、A からは本当に強いです。トムと、ジェイコブと、ジョニーと、ベラと、スベンと、ビクターの、6名なんですけども、A ランクのヒーローと呼ばれるだけの理由があるヒーローたちで、今後のドゥームズデイに、大きく影響を与えるのが、この A ランクのヒーローたちです。本当に A ランク以上のヒーローっていうのは、もう明確にこの場面で強いっていうのがちゃんとあるんですよね。
本当に使いこなすことで、戦況を大幅に、変えていくことができると思いますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこのあたりで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録および、概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。